玉ねぎとベーコンのポテトサラダを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は玉ねぎとベーコンのポテトサラダを作りたいと思います。はい、ということで今回は玉ねぎがたっぷり入った美味しいポテトサラダを作っていきたいと思います。このポテトサラダはですね、電子レンジで簡単に作ることができます。味付けの仕方やあとは混ぜ方にもポイントがあります。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、玉ねぎ、ベーコン、マヨネーズ、お酢、お砂糖、鶏ガラスープの素、お醤油、塩、黒胡椒。今回はこちらの材料で作っていきます。まずですね、じゃがいもなんですが、こちらはお好みの品種を使っていただいて OK です。そしてベーコンなんですが、今回は厚切りベーコンを使っていきます。こちらスライスベーコンを使っていただいても OK です。そして味付けのポイントはお砂糖ですね。こちらのお砂糖を加えていただくと程よくコクがついて、とても美味しいポテトサラダに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずね、こちらの玉ねぎから切っていきます。玉ねぎは半分に切ります。そしてこのね、ヘタの部分をまず切り落としましょう。玉ねぎはですね、繊維を断ち切るようにざく切りしていきます。薄切りにしたい方はね、薄切りにしていただいても OK です。だいたい厚み 5mm ぐらいですね。そのぐらいの幅感で切っていきます。このように切っていただくと玉ねぎの食感も楽しんでいただけます。はい、 OK です。玉ねぎは切り終わりました。そしたらですね、玉ねぎはボウルの中に入れます。そしてこちらの玉ねぎは水にさらしてください。さらにですね、ここにですね、小さじ1杯ほどのお酢を入れてください。そして軽く混ぜて、このように酢水につけておきます。そうすることで玉ねぎの辛みを抜くことができます。玉ねぎはこのまま10分置いておきましょう。はい、10分経ちました。そしたらこちら一度水を切ります。はい、 OK です。このまま水を切っておいてください。それでは続いてベーコンを切っていきます。ベーコンはね、だいたい 7mm から 1cm 幅に切っていきます。そして重ねて半分に切ります。そしてさらにこれを半分に切ります。このぐらいの大きさに切ってください。はい、ベーコンはこのように切ります。それではね、フライパンでベーコンを炒めていきます。ベーコンからね、油が出るので油は引かずにね、炒めていきます。ベーコンを入れて火にかけます。火加減は中火でカリッとするまでベーコンを炒めます。ベーコンはね、このように広げて焼いていきます。そうするといい焼き色がしっかりとついてくれます。なのであんまりね、動かさずに焼いていきましょう。はい、でいい感じに焼き色がついてきたら裏返します。この時ね、たまにパチパチ弾くのでやけどしないように注意してください。片面も焼きましょう。はい、 OK です。片面にも焼き色がついたら火を止めてください。このようにね、ベーコン結構パチパチ弾くのでね、本当にやけどには注意してください。そしたらね、こちらのベーコンは器に開けておきます。出た油もね、一緒に入れておきましょう。はい、ベーコンの準備はこれで OK です。では続いてじゃがいもの皮を剥きます。この時ね、手を切らないように注意してください。はい、であとね、芽がある場合はしっかりと芽も取り除いてください。はい、 OK です。このように綺麗に皮を剥いて、さらに芽も取り除いてください。では残りのじゃがいもも同じように皮を剥いていきます。はい、じゃがいもの皮むきが終わりました。では続いてじゃがいもを一口大の大きさに切っていきます。これはざっくりで大丈夫です。はい、 OK です。それではボウルにじゃがいもを入れます。はい、そしてこのように水にさらしてこのまま5分置いてじゃがいものアク抜きをします。はい、5分経ちました。そしたら一度水を切ります。それではここにふんわりラップをして、そしてね、1箇所このように空気の出入り口を作っておいてください。それではこちらのじゃがいも、電子レンジ 600W で4分から5分加熱していきます。はい、5分加熱しました。やけどしないようにラップを取り外してください。
そしたらですね、一度竹串でじゃがいもを刺します。この時にスーッとね、竹串が通れば OK です。もし硬い場合はプラスね、1分ずつ加熱してみてください。ではこちらをフォークで潰していきます。今回はね、ざっくりめに潰していきます。お好みでね、滑らかにしていただいても OK です。この時ね、ボウルはとても熱いのでやけどしないように注意してください。ちょっと熱いのでね、こういったミトンを使っていただくといいかなと思います。では潰していきます。はい、このぐらいザクザクっと潰しました。でそしたらね、一度ここに下味をつけます。まずお砂糖です。あとはお酢を入れます。最初にこの2つで下味をつけます。そうすることでお酢のツンとした酸味が飛ぶのと、あとはお砂糖のコクがじゃがいもに入ってとても美味しい仕上がりになります。お醤油とかあとは塩とかの前に入れてしまうとなかなか入っていかないので、必ずね、一番初めに入れるようにしてください。それでは続いて、まだね、じゃがいもが熱いうちにしっかり水切りした玉ねぎを加えていきます。この時にまだね、玉ねぎの水切りがしっかりできてない時はキッチンペーパーで水分をしっかり拭き取ってください。ではこの熱いじゃがいもの中に入れます。このようにね、熱いうちに入れていただくことで玉ねぎに少し火が通って玉ねぎの辛みをね、取ることができます。ではこれを混ぜましょう。玉ねぎをね、こう包み込むように混ぜていきましょう。はい、このようにしっかり混ぜてください。そしたら続いてこちら焼いておいたベーコンを加えます。そしてこれを混ぜます。はい、OK です。それではこの後マヨネーズとかを加えて最後味付けをするんですけれども、マヨネーズはですね、じゃがいもが熱いうちに入れてしまうと分離してしまいますので、今この状態で一度粗熱を取ってしっかりと冷まします。それではですね、じゃがいもを冷ましている間にこちらお醤油と鶏ガラスープの素を混ぜておきます。この鶏ガラスープの素はこういったね、ちょっとつぶつぶ状になっているのでお醤油の中に溶かしておきます。醤油に入れます。そして混ぜましょう。そうしましたらこちらを一度電子レンジ 600W で10秒加熱します。はい、加熱しました。そしてもう一度よく混ぜて鶏ガラスープの素をね、きちんと溶かしてください。はい、 OK です。それではね、こちらもしっかり粗熱を取っておきましょう。はい、しっかり粗熱が取れました。それでは最後味付けをして仕上げていきます。まずここにマヨネーズ。このね、マヨネーズの量は結構お好みがあると思うので調整して入れていただいて OK です。そして醤油と鶏ガラスープの素、塩1つまみ、あとは黒胡椒を2つまみほどお好みで加えてください。これで一度混ぜましょう。はい、 OK です。ちょっと味見していただいて、もし味が足りない時は塩などで味の調整をしてください。もうちょっとね、マヨネーズ感を出したい場合はマヨネーズを加えていただいて OK です。はい、これで玉ねぎとベーコンのポテトサラダの完成です。こんな感じに仕上がりました。ベーコンもたっぷりで、じゃがいももホクホクで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。美味しい。すごく美味しいです。ホクホクしたじゃがいもと玉ねぎのシャキシャキ感がすごくいいですね。そしてこのベーコンの香ばしさがアクセントになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の玉ねぎとベーコンのポテトサラダのポイントです。まず玉ねぎなんですけれども、玉ねぎは切ったら酢水につけるようにしてください。そうすることで玉ねぎの辛みを取ることができます。そして酢水につけ終わった後はしっかりと水を切っておいてください。そしてベーコンなんですけれども、ベーコンはですね、今回厚切りベーコンを使いました。こちらはですね、スライスベーコンを使っていただいても OK です。ベーコンに関しましては軽く焼き色がつくまで焼いてください。そうすると香ばしさが加わってとても美味しいポテトサラダに仕上がります。そしてじゃがいもはですね、皮を剥いて一口大に切ったら竹串がスーッと通るぐらいまで電子レンジで加熱してください。こちらはですね、電子レンジの種類だったりとか、あとは切り方でもね、加熱時間が変わってくると思いますので調整して作ってみてください。そしてこのじゃがいもが熱いうちにまず下味をつけてください。下味をつけるときはお砂糖とお酢、この2つで下味をつけました。お酢はですね、最初に入れていただくことでお酢のツンとした酸味を抜くことができます。そしてお砂糖に関しましては最初に入れておかないとお砂糖のコクが入っていかないので一番初めに入れるようにしてください。そしてさらにじゃがいもが熱いうちに玉ねぎを加えてください。そうしていただくことでさらに玉ねぎの辛みを抜くことができます。そして最後ですね、味付けをする時なんですけれども、マヨネーズはですね、必ずしっかりじゃがいもが冷めてから加えて混ぜるようにしてください。熱いうちに入れてしまうとマヨネーズが分離してしまいます。あとは
ですね、最後味見をしていただいて、塩などで味の調整をしてみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は玉ねぎとベーコンのポテトサラダを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。